はい、今日は梅味噌紹介していきます。梅がメインではなく味噌をいただきます。梅の風味が溶け出した味噌、めちゃくちゃうまい。これはね使えます。濃厚でとろりとした食感になってね、焼き魚、焼肉、サラダ、豆腐、納豆、もう麺類とかね、いろいろ使えますんで、これから夏の暑い時期にね、この梅の風味の乗った味噌、めちゃめちゃ大活躍しますんで、作っておいてはいかがでしょうかというね、今日は紹介になります。もう材料紹介ですね。今日はね、青梅使っていきます。すでにもうアク抜きした状態になっております。梅シロップの時に、青梅は梅シロップ、梅酒、南高梅は、梅干しに適しますよっていうことを説明させてもらいました。今回の梅味噌、どんな状態のどの梅がいいのか、これはですね、どの状態のどの梅でも大丈夫です。今日はまだね南高梅出てない走りの時期なので、青梅しか用意できなかったんで、青梅でね作らさせてもらいます。青梅で作る場合、南高梅で作る場合、味がね変わってきます。それからこの梅の状態ですね、一番変わるのは緑色の濃いものと黄色く熟したもの、この2つでね極端に変わってきます。青い梅で、作ったものはもうね酸味が強く出るんで、すごくね爽やかな味噌がね、作れます。そして黄色く熟した、梅でね作ると酸味が今度はねまろやかになって、こう果物のようなジューシーなねこの味というか香りがね、つきますんで、どちらで作るかはもうお好みです。お好みでねやってもらえばいいかなと思います。アク抜きすでにしております。そんなにね長くアク抜きする必要はないです。もう 2,3 時間でいいかなと思います。味噌漬けする場合はね、アク抜き少なくて、大丈夫です。それからお好みの味噌、何でもいいです。自分の好きなやつ、自分が一番美味しいと感じる味噌を使ってもらえればね、いいかなと思います。南高梅 500g に対して味噌も 500g、 結構使います。新品を開けなきゃいけないかなという感じです。そしてザラメ使っていきます。ザラメもね 500g 使っていきます。1対1対1です。全部、のね分量で漬け込んでいきます。もう材料はこの3点だけ、3点を漬け込むと美味しい味噌ができる、そういったね動画になっております。ザラメはねゆっくり溶けてくれるんで、漬けるのにねすごく適します。梅からエキスが出やすいんですね。ザラメがねじっくり溶けていくのとともに、梅の方にね浸透圧でこう甘み入ってきますんで、エキスがねじわ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 出てくれますんで、ザラメ使うのがね、失敗しないで、上手にできるかなと思いますんで、これでやっていきます。はい、アク抜きで水につけていた梅、表面がね水で濡れてますんで、この水分をキッチンペーパー等でねこう拭き取っていきます。拭き取りながら竹串、これでねこのヘタのところピッて取れます。もう超簡単に取れます。ヘタをね取っていってください。キッチンペーパーすぐにねもう水分でべちゃべちゃになっちゃうかなと思います。変えてください。どんどんね新しく使ってやってください。余分な水分持ってると劣化の原因になります。カビとかのね、原因になるんで、ここでねしっかり水分取ってやるっていうのがね、カビない、失敗しないポイントになるかなと思います。これをね一個一個やるのが、これがすごい時間かかる。この間ね小梅つけたんで、なんかねすごく大きく感じるこの青梅が。はい、ということでね、一個一個しっかりとね丁寧に頑張って、作業していってください。はい、ではね瓶の方に漬け込んでいきたいと思います。梅、味噌、ザラメ、この3点瓶の中でミルフィーユ状に、層を作りながらね、漬けていきたいと思います。よいしょ。はい、漬け込みの瓶です。多少湿ってるのはこれね焼酎です。はい、吹き切れてないです。よいしょ。まず下は梅でいいかな、一面に
さらっとあと2粒ぐらいか。はい。そして味噌入れていきましょう。ドドド。ざらめ。はい、梅。オッケー。雑に見えますが、これで大丈夫です。はい。梅からね、上がってきます、水分。それでね、まんべんなくというか、全体にね、行き届きます。ただ、空気がね、少しこう、隙間がね、あるかなと思いますが、で、ちょっとね、叩いてやって、隙間をなくしてやってください。はい、涼しいところ、冷蔵庫だと、つけ上がりがね、遅くなっちゃうんで、味噌ね、涼しいとこ置いてみてください。もう2日3日でね、結構水出てきます。その様子、今回ね、日付分けて撮影させてもらいますんで、何日後からこんな状態になりましたみたいなのね、目安に、ご自身がつけたサイトを目安にしてもらえるといいかなと思います。はい、ということで、最初は2日後にね、飛びたいと思います。はい、こちらが2日後の様子です。ザラメと味噌が完全に混ざり合えるぐらい水分が上がってきました。水分上がってきた状態になったら、ガラス瓶を振って、中をね、混ぜ合わせる。この作業、1日1回は必ずやってもらいたいと思います。まんべんなくね、使っていくと梅のエキス出やすくなりますんで、こちら絶対にやってください。そして、7日目、さらに水分が出てきた感じかなと思います。ザラメが溶けてきた、そんなね、様子が見えるかなと思います。そして、14日。このぐらいになると水分量がさらに上がって梅が上に浮いてきます。浮いてくるところ、ここね、カビが生えやすくなりますんで、1日1回のガラス瓶を振って中を混ぜる作業、これをね、しっかりと徹底してやってもらえれば、カビ生える心配ないので、こちらの方しっかりとやってください。はい、漬け込みから20日。これでね、完成になります。ようやく。ちょっとね、開けて中見てみましょうか。よいしょ。はい、こんな感じですね。しわしわにしっかりとね、全部の梅がなってるかなと思います。これね、加熱処理してないので、もう20日経ったらね、中の梅取り出してください。そして、軟膏梅で漬けた方は果肉食べられますんで、この段階でね、果肉種から取り出したりなんかして、軽くね、刻んだりとかして召し上がってもらえるといいかなと思います。はい、ね、器、容器ね、多分変えた方がいいです。よいしょ、ちょっと見えないな。こんなやつとかね、こちら、醤油差しみたいの、100均で買ってきました。こういうやつにね、入れ替えてやると使いやすいかなと思いますんで。そして、中身のお味噌ですね、この味噌のタレ。冷蔵庫保存です。加熱処理してないんでね、冷蔵庫で、保存してもらいたいと思います。夏場の時期、今ね、6月ですから、7、8と、2ヶ月ぐらいかな、2、3ヶ月でね、使い切ってもらいたいと思います。長く持たせると、多分ね、すごく傷みますんで、これはね、長期保存、向きません。夏の間にね、食べきってもらいたいと思います。なんかね、味噌だれとしてもいいんですが、ごまのね、ドレッシング、ね、感じ、雰囲気で使ってもらってもいいかなと思います。いろいろとね、使えて、多分ね、すぐ使い切ると思います。この感じだと。梅取ったら結構ね、かさ少ないんじゃないかなと思います。で、梅でね、楽しめるかと思いますんで、軟膏梅で漬けた方、そちらの方もいろいろなレシピ、でね、活用してもらえればと思います。今日は、豚しゃぶでいこうかな。で、卵かけご飯。最後はね、乗っけて合わせて食べちゃおうかなと思っております。はい、じゃあ容器入れ替えて準備の方やっていきます。はい、仕分けの方完了しました。これがね、確かね、330ミリで、こっちペットボトル500が浮いてるから400ぐらい。700から800の間ぐらいかな、取れるかなと思います。はい、ということで、取り出した梅、こんな感じです。
すごいしわしわねえ。青梅で作った場合は果肉食べられませんかっていう質問、たまに来ます。これもうすぐ種です。果肉の部分全然ないです。結構ね削り取らないと難しいかなっていう感じです。頑張って、これねいただいてあげてもいいんですが、果肉を食べたいのであればもうね最初から何勾配使ってもらう方がいいかなと思います。今回青梅でこれね作ったので今回果肉は食べないで、ごめんなさいさせていただきます。はい、そしてこのね、ごまじゃない、これ味噌梅味噌、はい、しゃぶしゃぶでね冷しゃぶですよ。まずねいただきたいと思います。よいしょ。だだーっと、うわすごい味噌じゃないみたい。よいしょ。はい、こんな感じです。はい、絶対うまいな。きゅうりも食べたい。よいしょ。はい、ではいただきます。うまい。梅の香りめっちゃする。うまい。わあ、これはすごいぞ。唯一無二だな。これ自分で作らないとね、食べれません。売ってませんからね、梅味噌なんてね。ご自身のね好きな銘柄の味噌であればなおさら自分のね好みの味に近いかなと思います。これは美味しい。そして、ご飯、卵かけご飯にねしようかなと思っております。梅醤油の時にも説明したんですが、卵かけご飯する時のポイントはまずご飯に味をつける。これが絶対条件。この順番を変えるだけで劇的にうまくなります。味はご飯につけて、味噌の味がついたご飯、この一粒一粒に外側に卵がコーティングされる。このね、図式がいいんですよ。卵と味一緒に入れちゃうと卵に味がついちゃうんですね。ご飯に味つかず。なのでねちょっと美味しさがまた変わってくるので、どうしよう。僕はねこの順番で、やらせていただきますよ。はい、そして最後ね飾りで刻みのり、海苔が合うかなと思いますんで、はい、じゃあいただきます。うまい。ちょっと追いだれしようこれうまいぞ。醤油で作るのとはまた違ったね。美味しさめちゃくちゃうまい。ここのご飯がよし、ドッキングです。具をのせます。きゅうりものせます。一緒にいただきます。めっちゃうまい。超幸せこれそして多分何勾配で作った方は果肉も一緒にいただけます。果肉もこの味噌とともにねトッピングしてもらえると梅の味が一層乗って美味しいかなと思います。何勾配でもう一回作ろうかなね。これ果肉の方を食べたいんで、やってみようと思います。青梅しかねちょっと作り始め、売ってなかったんでね、急遽青梅で作らさせていただきましたが、果肉もせっかくなら食べたいんでね何個倍で作った方がいいかなと思います。はい、ということで今日は梅味噌紹介させていただきました。長丁場20日間漬け込みますが、もう仕上がった味噌ねめちゃくちゃうまいんで、ぜひともね梅仕事、新たな梅仕事の一つとして、やってもらえればいいかなと思います。今日も動画最後まで見ていただいてありがとうございます。いいねグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。